おはようございます。ケンです。まず、お知らせがあります。昨日の夕方に公開しましたが、テスラオーナー向けの保険の紹介です。詳細は昨日のこちらの動画をご覧ください。アークエイドのお問い合わせに関しては概要欄に記載していますので、そちらからお問い合わせをしてもらえるとスムーズにいくと思います。ぜひ、テスラオーナーの方、昨日の動画はチェックしておいてくださいね。どうも概要欄のリンクが機能していないっていう指摘があったんですけれども、修正しております。よろしくお願いします。この保険は非常にいいと思いますので、今後僕の YouTube でも紹介し、何かアークエイドの方でアップデートがあれば、その時もまた紹介をしたいと思います。では、今日の内容に入っていきますが、テスラのモデル Y に大きな動きがあります。中国ではローンチシリーズが終了し、通常モデルの販売が始まりました。日本でも同じくローンチシリーズが終了しています。一方、アメリカでは旧型のモデル Y に最大$7,950の割引を実施、新型への移行を加速させています。これは単なるモデルチェンジではありません。テスラの販売戦略が大きく変化している可能性もあります。値引きの背景には何があるのか、これからモデル Y を購入する人はどのタイミングがいいのか、さらにテスラはスーパーチャージャーの拡大にも本気な進展が見られました。また、ボーリングカンパニーはループ直結の未来型住宅を計画、駐車場をほぼ削減し、地下交通網と直結させるという新たな試みが進んでいます。今回の動画ではテスラの最新販売戦略と充電インフラ拡大の動きなど最新情報をお届けします。ぜひ最後までご視聴ください。では内容に入っていきますけれども、まず最初はテスラのモデル Y が中国、日本、アメリカでそれぞれ異なる戦略を展開しています。まず中国市場の動きを見ていきましょう。中国ではローンチシリーズが終了し、通常モデルが販売開始されました。価格は据え置きとなっています。そして納期に関しては RWD のモデルが2から4週間、AWD が6から10週間と発表されています。新型の導入に伴い納車までの時間がやや長くなっている印象です。日本でも同様にローンチシリーズが終了し、通常モデルへと移行しました。果たして新型モデル Y が日本市場でどれだけ売れていくのか楽しみなところとなっております。一方、アメリカでは旧型モデル Y の大幅値引きが実施されています。RWD で最大$3,720の割引、AWD モデルで最大$4,950の割引で、パフォーマンスモデルに関しては最大$7,950の割引となっています。これは何を意味するのか、単純に在庫処分とも考えられますが、テスラの狙いはそれだけではなさそうです。実はアメリカで販売されている新型のモデル Y は旧型よりも約 25% 高くなっています。つまり旧型の値引きを行うことで在庫を早期に処分し新型へと移行しやすくしようとしている可能性があります。またテスラは四半期ごとの納車台数っていうところも重視しているので旧型の在庫を一気にさばいて販売台数を確保するという狙いも考えられます。そしてテスラに関してはこのモデル Y において7輪乗りとパフォーマンスモデルを年内に発表する予定です。家族向けの需要やより高性能なモデルを求めるユーザーにとって今後の選択肢が広がることになります。では次にテスラの充電ネットワークの拡大、こちらについて見ていきます。テスラは EV の販売だけではなくインフラ整備にも力を入れています。次のセクションではスーパーチャージャーの新たな展開とその戦略について見ていきます。はい。では、ここからはテスラのスーパーチャージャー戦略というところになってくるんですけれども、テスラは EV の販売だけではなく、充電インフラの拡大にも本気で取り組んでいます。特にスーパーチャージャーの新たな展開が加速していて、今後の EV 市場全体にも大きな影響を与える可能性があります。まず注目したいのが、アメリカのファストフードチェーンであるステークインシェイクとの提携です。このパートナーシップにより、全米100カ所以上にスーパーチャージャーを設置する計画が進んでいます。
現在6カ所の設置がすでに契約済みで、さらに20カ所以上が設計レビュー中となっています。ステークインシェイクの SNS アカウントは、すべての店舗での設置を承認すると発信していて、かなり前向きな姿勢を示しています。これは EV オーナーにとって非常にメリットのあるニュースだと思います。食事をしながら充電ができる環境が整えば、充電時間が待ち時間ではなく、有効活用できる時間に変わるからです。こちらに関してぜひ日本の方でもファストフードチェーンと提携して充電ができるようになってもらえたらめちゃくちゃいいのになって思いますね。そしてこういったお店っていうのが今後世界中で増えていくことを期待したいなと思います。そしてさらになんですけれど、テスラは次世代 V4 スーパーチャージャーの展開を進めています。V4 スーパーチャージャーは従来のモデルよりも高速な充電が可能で、将来的には最大 500kW の充電に対応する予定です。興味深いのは V4 スーパーチャージャーの設置コストが1機あたり4万ドル未満と見積もられている点です。これまでのスーパーチャージャーに比べてコストを抑えつつ、より効率的な展開が可能になると考えられます。さらにテスラはニューヨークのギガファクトリーで事前に4機セットのスーパーチャージャーを製造する方式を導入していて、これにより設置スピードの大幅な向上が期待されます。これらの動きを見ると、テスラが単なる EV メーカーではなく、充電インフラもしっかりと行っていく企業としての地位を確立しようとしていることがわかります。今後他の飲食チェーンとの提携や、さらに新しいスーパーチャージャー拠点の展開にも注目が集まりそうです。では次にテスラの関連企業であるボーリングカンパニーが進める新たな都市計画プロジェクトについて見ていきましょう。ループと直結した未来型住宅がどのようなものなのか解説をします。では、ここからは、ボーリングカンパニーの未来型住宅プロジェクトということで、イーロンさんの会社であるボーリングカンパニーが、新たな都市開発プロジェクトを進めています。それは、ループと直結した未来型住宅の建設です。これは単なる集合住宅ではなく、都市の交通インフラと連携した全く新しいコンセプトの住居となる可能性があります。このプロジェクトはラスベガスのパラサイドロード4300番地に建設予定で、6階建て132戸の集合住宅として計画されています。建物は U 字型のデザインとなっていて、1階にはドライブスルー型の小型店舗、これが設置される予定です。また2階には住居専用のバーやラウンジ、ゲームルーム、ジム、中庭などの共同施設が整備され、快適な移住空間が提供されます。特に注目すべきなのは、この建物の駐車場の数です。通常であれば132戸の規模なら約189台分の駐車スペースが必要とされますが、このプロジェクトではわずか24台分しか用意されていません。その理由はループとの直結にあります。この住宅にはユニバーシティセンターループと呼ばれるループ駅が設置される予定で、ラスベガスコンベンションセンターやバージンホテルラスベガスなど主要な施設へ地下トンネルで直接アクセスできるようになります。つまりこの住宅では車を所有する必要がほぼなくなり、移動手段としての地下のループを利用するといった新しいライフスタイルを前提としているんです。このループは最終的には68マイル、約109キロの地下トンネルネットワークとして拡張され、104カ所の駅が設置される計画です。現在はラスベガスコンベンションセンターの2駅、リゾートワールド、ウェストゲージの4駅が稼働中ですが、今後さらに拡大していく予定です。また、次に建設される予定のループ駅としては、アンコールが計画中となっております。この地下トンネルの掘削には、ボーリングカンパニーが開発したブルフロックという電動トンネル掘削機が使用されていて、将来的には1日7マイル、約11キロの掘削速度を目標としています。これが実現すれば、ループの建設スピードは大幅に向上し、より早く都市全体にネットワークを広げることが可能になります。このプロジェクトが成功すれば、車に依存しない都市生活が現実になるかもしれません。ラスベガスのループをモデルケースとして他の都市にも展開される可能性もあります。イーロンさんはテスラを使って EV を普及させるだけではなく、都市の交通インフラそのものを変えようとしている点で、この動きは非常に興味深いものとなっております。
では最後に今回紹介したテスラの最新戦略をまとめ、投資家の皆さんや EV の購入を考えている人にとってのポイントを整理してみたいと思います。では今日の内容としては、テスラの最新の動きを見ていきましたけれども、モデル Y の販売戦略、スーパーチャージャーの拡大、そしてボーリングカンパニーの未来型住宅プロジェクト、これらはすべてテスラが単なる EV メーカーではなく、モビリティとインフラの両方を支配しようとする企業へと進化していることを示しています。まず、モデル Y の販売戦略について振り返ります。中国と日本ではローンチシリーズが終了し、通常モデルに移行しました。一方、アメリカでは旧型のモデル Y の大幅値引きが行われていて、これは新型への移行をスムーズに進めるための戦略と考えられます。さらにテスラは7人乗りのモデルとパフォーマンスモデルを年内に投入予定です。今後のラインナップの広がりにも注目です。では、これからテスラのモデル Y を買おうかなと思われている方、日本の方ではまだ旧型のモデル Y においてキャンペーンを実施していますので、今が旧型のモデルを買う時の最後のチャンスになるかもしれません。そして新型のモデル Y に関しては、やはりもういつ買ってもいいんではないかなと思います。今後当然価格が変わるっていうことも考えられはしますけれども、それを考えているといつになっても買えないので、今が買おうと思う時が一番いいんではないかなと思います。そして今後新型のモデル Y がどんどん売られてくるということになってくると、旧型のモデル Y に関しては中古も結構出回ってくる可能性もあります。中古に関しては僕の方も取り扱いをしていますので、興味がある方は LINE の方で聞いてもらえればと思います。なのでこれからモデル Y ですけれども、旧型でもいいと思われている方は今は在庫車で特典もついているのでそれを買う。もしくは新型が出回ってきたら旧型のモデル Y が中古でも結構出てくると思うのでそれを買う。そして新型のモデル Y に関しては今後価格の推移がどうなるかわかりませんけれども、やはり欲しいなと思う時が一番のタイミングだと思いますので、その時に買うっていうのがいいんではないかなと思います。では次にスーパーチャージャーの拡大について見ていきます。ファストフードチェーンのステークインシェイクとの提携により、全米の100カ所以上でスーパーチャージャーが導入予定です。これは充電をより身近で便利なものにするための大きな一歩です。さらに V4 スーパーチャージャーの導入により、より高速かつ低コストでの充電インフラ整備が加速しています。これらの動きは EV オーナーにとって充電環境の改善を意味するだけではなく、テスラが充電インフラ企業としての地位を確立しようとしていることを示しています。こういった動きっていうのが日本の方でも広がってほしいと思いませんか？ファストフードチェーンっていうのは至るところにありますので、そういったところでスーパーチャージャーではなくても他の急速充電とかができるようなインフラっていうのが進んでいくと、充電中に食事っていうような新しいライフスタイルが確立してくると思いますので、ぜひこういった流れっていうのが日本にも来てほしいと思います。そしてボーリングカンパニーの未来型住宅プロジェクト、これほんとすごいなと思いませんか？ループと直結した駐車場ほぼ不要の住宅を建設することで、新しい都市の移動スタイルを提案しています。ループネットワークは最終的に104駅、68マイル、約109キロの地下トンネルへと拡張予定で、車に依存しない都市生活の実現に向けた大きな一歩となりそうです。これは EV の普及を進めるだけではなく、都市そのものの移動インフラを変えるプロジェクトです。ラスベガスがモデルケースとして成功すれば、他の都市にも、そして他の国にも展開される可能性があります。そしてこれを見ると、やはりイーロンさんは、車に依存しない世界を作っていこうとしているっていうのが見えてくるのではないでしょうか。車を販売するのではなく、車に依存しないっていうところに向かっていると思います。なのでこういったことを踏まえると、今後納車台数がどれだけあるかっていうのは、本当無意味になっていく可能性も十分にあるんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの最新情報っていうのはほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。エコファクトリーさんのエコウィンハイブリッドの動画をワテックチャンネルの方で公開しました。特許取得のエコウィンハイブリッド。こちらについてぜひね、動画をご覧になってください。このチャンネルでは日本が誇る環境技術っていうのを今後紹介していく予定ですので、ぜひ応援とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。
ではまた。